浅井長政の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。末永く血統を残した男。浅井長政は小谷城が織田信長の軍勢に包囲されると、妻のお市の方と3人の娘を無事に脱出させると自害して果てた。浅井長政の最後を見ていこう。浅井氏は長政の祖父浅井助政が小谷城を本拠にのし上がって北近江を治めた。浅井長政は二代久政の嫡男として1545年天文14年に小谷城で生まれている。しかし父久政は凡庸で六角氏に敗れ、六角氏の家老の娘を我が子長政の嫁に迎えるなどしたため、浅井氏の勢力は弱まった。そのため長政は16歳の時に家臣たちと久政を強制隠居させて城主となっている。長政は家督を継ぐと嫁を六角氏に送り返して六角義高に絶縁を宣言する。義高が憤慨して25,000の兵で攻めた野良田の戦いで長政は半数足らずの軍勢で六角義高を敗走させている。その頃ちょうど美濃の斎藤達興との戦いに手こずっていた織田信長は共闘して美濃を攻めようと考え、妹のお市の方を長政にめとらせて同盟を結んだ。しかしこの同盟には織田氏と浅井氏の隣国の朝倉氏が敬遠の中であるという難題があった。そのため長政は信長と同盟を結ぶにあたっては、あえて古くからの同盟者である朝倉氏を信長は連絡なく勝手には攻めないという約定を取り付けている。長政は戦国一の美女と言われるお市の方を愛し、二人の間には3人の娘が生まれている。信長は浅井長政や徳川家康の助けを借りながら足利義昭を擁して上洛して、義昭を室町幕府の15代将軍に据えている。長政も上洛して清水寺に陣を構えたが、朝倉義景は信長の上洛要請を無視した。そのため上洛して傲慢となった信長は長政には連絡なしに大軍で朝倉討伐を決行する。また信長は長政を信用せずに朝倉氏に情報を漏らすことを恐れたのである。信長は越前に侵入して手筒山城を陥落させて金ヶ崎へ迫った。約定を無視され、武将としての面目を潰された長政はついに信長を裏切ることを決意する。長政の裏切りで窮地に追い込まれた信長は金ヶ崎の軒口でピンチとなるが、秀吉と家康の働きで危うく都へ逃れた。激怒した信長は2ヶ月後には姉川の戦いで浅井朝倉軍を撃破している。1573年天正元年、一条谷で朝倉氏を滅ぼした織田信長は長政とお市の方がこもる小谷城を取り囲んだ。お市の方は長政と共に死ぬことを望んだが、長政はお市の方を諭して茶々、初、郷の3人の娘と共に城外へ逃している。信長は不破光貞を使者に再三長政の投降を進めた。長政はあまりの信長の説得に
父の久政と共の助命なら応じると信長に返答する。信長は即座に久政の助命も約束する。しかしこの時久政は離れた場所で信長軍に攻められ、すでに自害していた。家臣に父親の自害を知らされた浅井長政は、信長に欺かれそうになった自分を恥じて、小谷城で腹をかき切って自害している。29歳であった。城を逃れた長男の満腹丸は秀吉に捕らえられて、信長の命令で誅殺されている。ところが次男の弟岡丸は長浜に逃れて後に無事出家している。お市の方はその後に柴田勝家に嫁いで、勝家と共に秀吉に滅ぼされている。しかし助け出された長女の茶々は後に豊臣秀吉の愛称となって豊臣秀頼を生んでいる。また三女の郷は徳川秀忠に嫁いで三代将軍徳川家光を生んだ。浅井長政の主役であったのかどうかは知る由もないが、長政の血統は豊臣氏、徳川氏のどちらが天下を治めていたとしても、後世に末永く受け継がれることになったのである。